この台本が空白なんですけど、どうしますか？いや、まあどうしようかなって言ったらオープニング始まるようにしてる感じだからいいんじゃない？じゃあオープニングどうぞ。マイネームイズオマルポルカゲームスターツリングマスターポルカと5つの木曜7時はポルカこのね、いつつくんのさ、お疲れ様ですポルカさん、このさ、いつ来るかわかんない。こっちもなんかしてたらいいのかなとか迷っちゃう。お疲れ様でーす。お疲れーお疲れ様です。うまくいった、テストコミュニケーション親愛度10トゥルーエンドだまあそれはさておき、聞いてくださいよちょっと。さっきオンラインでミーティングしてたんですけどね、席外した時にミュートしたつもりがされてなくてブツブツ言って入ってたんですよね。何ブツブツ言ってんだよお前。配信者だけにしろよ、そういうのは冗談じゃないやつやめてよ。あるじゃん、配信者も切り忘れでさ、オープニングでさ可愛い鼻歌歌ってましたとかさ、ないよあんなの絶対。ちなみに井筒は知らんふりしたんですけど、ポルカさんならどうします？しょうがないよね、もうこうなっちゃったらね、もうしょうがないよね。忘れてましたミュートっていう感じで、まあもう素直に、あるいは、もう一人の僕がもう一人の僕なんか言ってました？もう一人の僕ですそれ。すいません、別の人格がやってた。やっぱやばいことが起きた時ってもっとやばいことを表すと人間ってどうでもよくなっちゃう。大きな情報でね、そう疲れちゃう。攪乱させる。そういうこと。なるほど。こんなねような事態とか、今後ちょっとこう何があるかわかんないので、いろんなもしもに備えておきませんかっていう。まあ備えるのは大事だしね。備えあれば憂いなし。ではこの企画をしましょう。今回の企画、第1回ポルカの伝説、あらゆる可能性を想定しろ。こんな時どうする？シミュレーション。イエーイ。でこのタイトルコールの後はどうすればいいんだい？てて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 れんでんでんでん。今回はですね、こうさっきみたいなシチュエーションをお題として出すので、ポルカさんには実際にどう対応するのかをちょっと実践していただきたいなと思っております。へい。特段飾らずいつものポルカでいい？いいですよ。大丈夫です。よかった。それでは最初のシチュエーションは、コンビニでお釣りが多く返ってきたと気づいた時です。先生。最近現金を使ってないです。たまたま現金で支払った時のことを考えてください。現金使ってもノールックで財布に入れちゃいます。その流れ一応やってきますか、軽く。わかりました。ありがとうございます。こちらお釣り500円ですね。ありがとうございます。あれ知った確認を。全然確認しない。あれだ。500円のお釣りってどういうこと？ 100円玉とかなんで、なんか細かくはしかなかった時とかに。でもさ、ご確認くださいって言われたら確認しちゃうけど本当にって思う。いつもいいのかな、ポルカがここで確認しちゃっても。ちなみにですけど、井筒はやりますよ。ご確認くださいって言われて手のひらの上でなんとなくは見てやりますよ。ポルカもうすごいいっぱいあったら分かんなくなっちゃうかも。でも確かに多く返されちゃったら、これ多いですよっていう。そうですね。店員さんもね、締めの時に数字合わない。昔働いてたところがあんま良くないところでさ、最後の締めがあるんだけど、レジの差額出てるってなって俺何円持ってる、私何円持ってる、これでいくか、今日はね高くなかったねっつってそれじゃダメだからね。偉い社員さんに怒られちゃうから、バイトのところでもみ消そうとね、なんとかするんだよな。よくないこれ、よくないよ。ダメだよ、みんなはやっちゃいけませんからね。
あと雑誌とか買ったのに雑誌の分がレシートに書いてなくって、安すぎない、雑誌書いてない、雑誌買ったんですか、買ったことになってないみたいなのありました。あ言いますね、ちゃんと。はい。じゃあ対応としては確認今までしなかったけど今後はしていきましょうということで。していきましょう。はい。はいでもさ、ピッピーの時代よ今は。ピッピーって。続いては初対面の人の名前を忘れてしまった時です。じゃあ本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。オマルポルカです。よろしくお願いします。今日担当させていただく伊豆と申します。伊豆さんですよね。分かってます。すいません。ありがとうございます。今日は食べ歩きオマルポルカ倒れるまでっていう企画ですね。これ方針的には。これって食べたもののお金はそちら持っていいんでしたっけ？そうですね、こちらで。そうなんですね、ありがとうございます。アレルギーとかの話また後でさせていただくんですけど、基本ないです。わかりました。大丈夫なんで、食べ歩いて疲れちゃって倒れてっていうところまで取れればいいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。後半のくらいなんですか？何ですか？最初だけで良かったですよね。なんでロケの話までなんかそういうさ挨拶してくる人はさ大体行った仕事先の偉い人なのかなってこういう確認するのはでも普段はマネちゃんとかの仕事なんだけど、ポルカがちょっと聞くことは絶対ないと思うんだけどね。自己紹介確かにしてくれれば、自分から言えばこっちも改めてなんとかですってなりますからね。大体はそうなんです。ここね、自分の名前をまずババーンと言えば相手も多分言ってくれるやろ精神。言ってくれなかった時ちょっと難しくなる。急に名字ランキングとか、ちなみにオマルって名字存在しないんですけど名字自分のって調べたことありますみたいなね。そんで調べさせてなるほどこいつはこの名字思い出したぞ、なんとかなんですよねみたいな。ちょっとこれぜひいい方法をお待ちしております。教えてほしいですね。はい。続いては道を聞かれたけど全然わからない時です。はい、整いました。整い丸ポルカです。すいません、奈良駅に行きたいんですけど、こっからだとどう行けばいいんですかね。自分もここ初めて来たところなんで、どうしようかな。アプリ見ましょうか。自分もそれであんまりそう苦手で、そうなんですね。なんか見方がちょっと結構遠いみたいですよ。歩いて20分。タクシーとか使った方がやんちゃんいいかもしれない。タクシーこの辺どこで拾えるか。呼びましょうか自分。いやそんな悪い。なんかでもなんか皆さんあの辺りに行ってますね。あの辺り。あっちの方行けば大通り。そうですね。大通りの方行けば流れてるんじゃないですか。全然なんかあったら人間優しいんでそこら辺の人に聞いてくれば多分大丈夫です。ありがとうございます。すみません。お気をつけて。まあこうなるよな。井筒一回だけ駅で英語で聞かれて、でも答えられないなってなってインフォメーションセンターみたいなところまで一緒に行きましょうかってペアイベントだやったことありますよ。なんかもらえた？いや別にもらわないですよ。自分だと案内できないから連れて行きますねっていうのは口で普通に伝えてやったことありますよ。いつもさ使う駅とかでさイベントが発生するとさ、レアイベントって思わない？そうですね。でも道聞かれやすいタイプではあるんですよね。ちょっとお尋ねしたいんですけど、給料アップする方法ってどうすればいいんですか？知らないです。冷た。都会の風冷てえな。関係ない。スタジオの風は暑いよスタジオの風。たまに寒いけどね。こうやってみんな毛布にくるまってスバルがジビビャババババジャバジャバジャみたいなのやってるよね。冷てえな都会の風。ててててててれてれんでんでんでん。何個かシチュエーションをやってみましたけどいかがでしたでしょうか？優しいからポルカ基本。まあでもそうするよねって感じもありますね。まあでもね、すっご
い無茶ぶりなくてよかったかなって。そうですね。自然と日常でたまにこういうトラブルじゃないけどあるよなの状況でね。はい。これでね、もう結構シミュレーションやったんで、いっぱい頑張ったよ。いろいろと対応できますね。これならね。じゃあ、はい。ここで井筒に落ちコメントを求められた時はどうなるのか知りたいですね。すいません。スマホで検索してください。それかあっちの交番で。ああ。そっか。やばい、これじゃ無理だ。今日もバズれないよ。今日も無理だ。嘘。ああ、そうだよ。オチははい。ないです。ないよ。続いてはカフェで注文したものと違うメニューが出てきた時です。あら、絶対このメニューは破棄されちゃうんだよね。でもいいですよ、これでとも言えない。やろう。お客様お待たせいたしました。こちらアイスカフェラテでございます。ごめんなさい、すみません。アイスティー頼んだんですけど。申し訳ございません。大丈夫です。すぐ取り返していただきますね。すいません。申し訳ございません。本当に申し訳いやこちら申し訳ございません。確認していただいて。もし私の方が悪いかもしれない。すみません、お願いします。大変失礼いたしました。あれ捨てられるんやろな。あれ捨てられるんやろな。心が痛い。でも素直に言う。言いますよ、これも。だってアイスカフェラテの気分じゃねえかもしんないよ。はい、それはもう大事。